トレード世界王者は一体どのようなトレードをしているのか、どういうポイントでエントリーして、損切りはどこに置き、どういった基準で利益確定をしているのか。今回紹介するのは、2023年にトレード世界選手権で805%のリターンを記録して世界王者となったガバダン・ガジャラ氏の実際のトレード。2019年にトレードを始め、たった4年でトレード世界王者となったその背景には、1本の移動平均線がありました。誰もが知るこのインジケーターを彼はどう使っているのか。その方法とは、トレンドを見て出来高で相場の勢いをキャッチするという驚くほどシンプルなもの。単なる理論ではない、リアルなチャートにリアルな判断が詰まった世界王者のリアルトレードを通じて、彼がどのように移動平均線を使っているのか、トレード世界王者の手法を皆さんと一緒に研究していきたいと思います。移動平均線と出来高の組み合わせがどれほど強力なのか、皆さんのトレードにも新たなヒントが見つかるかもしれません。早速本題に入っていきたいと思いますが、実際のトレード例を見る前に、まずはガバダン氏が使っている移動平均線について理解する必要がありますので、その点を解説していきたいと思います。今表示しているチャートがガバダン氏が実際に使っているチャートです。今このチャートに緑の移動平均線が表示されています。この緑の移動平均線がガバダン氏が用いている期間9の指数平滑移動平均線。指数平滑ということは皆さんは聞いたことがありますでしょうか？移動平均線というと単純移動平均線 SMA を使っている方が多いと思いますが、指数平滑移動平均線は EMA と呼ばれ、SMA とは特徴や計算方法が違います。そもそも移動平均線というのは過去一定期間の終値の平均値を取ったもの。例えば期間後の移動平均線であれば、直近の5つのローソク足の終値を合計し、それを平均を取る期間である5で割ったもの。これを毎回新しいローソク足が形成されるたびに計算していくというものです。単純移動平均線 SMA の場合、単純という名称がついている通り、一定期間の終値の合計を単純にその期間で割って算出しますが、単純移動平均線の特徴は何かというと、かなり昔の価格も最近の価格も等しく扱っているという点です。どういうことかというと、例えば100日間の単純移動平均線を考えてみましょう。100日単純移動平均線というのは、100日前から遡って最新の終値までの平均を取ったものです。100日前というと、だいたい5ヶ月から半年前です。それだけ前の価格となると、当時と現在で相場状況も変わっている可能性はありますよね。例えばこちらはドル円の冷やしチャートですけれども、今動画を撮影しているのが2025年5月の半ばで、5ヶ月前というと昨年12月半ばになります。そうすると当時のレートは155円から157円の水準ということで、現在の価格水準である144円から10円以上離れていることになります。このように過去の価格も直近の価格も平等に扱って平均を取るというのが単純移動平均線です。一方 EMA と呼ばれる指数平滑移動平均線はというと、100日間の平均を取ることには変わりがないのですが、平均の取り方として最近の価格に重み付けをして平均を取ります。価格の推移を見るためには、最近の相場の動きがより重要だという考え方に基づいています。この考え方が SMA と EMA の違いです。計算式は参考までに載せておきますが、パッと見で直感的にわかるものではないですので、EMA はより相場の直近の動きに重きを置いて平均を取ったものというふうに理解しておけば大丈夫です。実際のチャートを使って2つの移動平均線の違いを見ていきたいと思いますけれども、赤の移動平均線が期間9の EMA、水色の移動平均線が同じ期間9の SMA ですね、単純移動平均線を表しています。この付近の動きに注目してください。陽線が連発して発生しているところですが、この強い上昇の動きっていうのを反映して EMA と SMA の距離が離れているということがわかると思います。そして今度このあたり注目してもらいたいんですけども、このあたりになると値動きが少し失速していますが、その失速をより早く反映して EMA ですね、この赤のラインの方が早く下に傾き始めているということがわかると思います。このようにより直近の動きを迅速に反映していくというのが EMA の特徴です。ここまでで EMA 指数平滑移動平均線の特徴について理解していただけたかと思いますので、実際に EMA を用いた手法を見ていきたいと思います。今回紹介する移動平均線の手法は、移動平均線からの反発を狙った押し目買いの手法です。5分足を使ったデイトレード手法ですが、それ以外のトレードスタイルの方にも、特にエントリーに短期足を使っているという方にとっては、移動平均線の使い方の参考になると思います。例えばこのように相場が推移しているときに、移動平均線がこのように走っていて、この移動平均線のところから反発していく動き、こういうところであったりとか、こういうところからの反発の動きを狙う方法ということになります。
ガバダン氏によると、この手法は下降トレンドでは機能しないとのことです。ですので、買い方向、ロング一択の手法ということになります。ポイントとしては、まず価格が大きく上昇し、その時に出来高の大きな増加を伴っているということが前提となります。出来高というのは取引量のことです。ボリュームとも言います。そしてその後に移動平均線への押し目を形成することを確認します。この赤のラインを移動平均線として見てもらいたいんですけども、この移動平均線に対して押し目を形成することを確認します。この時に出来高が減少するということを確認します。そして移動平均線近くで反発の動きを確認して、買いのポジションを狙っていくというものです。では、ここまでの動きを実際のチャートを使って見ていきましょう。まずチャート設定なのですが、このガバダン氏のチャートを見ていただくと、皆さんが普段使っているチャートと少し見た目が違っていることに気がつくかもしれません。普段ローソク足を使っている方は多いと思いますが、このチャートの値動きの推移を見てもらうと、細いバーで値動きが表示されていることがわかると思います。これをバーチャートと呼びます。見慣れないチャートで見方がわからないという方も多いかと思いますので、まずバーチャートの見方について補足していきたいと思います。上昇の場合と下落の場合に分けて、バーチャートとローソク足の違いを見ていきたいと思いますが、まずバーチャートもローソク足も4本値と呼ばれる始め値、安値、高値、終値の4つで値動きを記録していくという点は変わりありません。両者の違いですが、バーチャートにはローソク足のような実体とヒゲという区別がありません。このように4つの価格をすべて線で表します。バーチャートを書くルールなんですけれども、左側に出た横線で始め値、右側に出た横線で終値を表します。そして縦線の最下部が安値、最上部が高値というふうに表記します。今は上昇の場合は緑、下落の場合は赤で表示していますが、チャートツールによっては単色で描くこともあって、その場合は左右に出た横線の位置で上昇か下落かを判断します。左側の横線が右側の横線よりも低い位置にあれば上昇。その逆ですね、左側の横線が右側の横線よりも高い位置にある場合は下落ということになります。ということで、見た目は違いますが、表している価格はバーチャートもローソク足も同じということがわかると思います。実体とヒゲを除けば、ローソク足と同じ見方ができるということになります。4本値やローソク足の意味など、ローソク足の見方に関しては、こちらの動画で詳しく解説していますので、合わせて視聴してみてください。大体のチャートツールであれば、ローソク足チャートとバーチャートの切り替えはできるようになっていると思います。トレーディングビューを使っている方は、チャートの上にあるこのボタンから切り替えることができます。このようにバーチャートを選択すると、このように表示が切り替わります。では、このバーチャートの見方を学んだところで、手法の考え方を実際のチャートで解説していきたいと思います。チャートに表示されている緑の移動平均線、これが鍵となる期間9の EMA。そして水色の移動平均線が期間21の EMA です。ガバダン氏が用いている手法はいくつかあるのですが、この2本の移動平均線が常に表示されているものの、エントリーに用いられているのは期間9の EMA1 本のみ。期間21の EMA に関しては、後ほどのトレード解説のところで触れますが、部分利確をした後にポジションをホールドし続けるかどうかの参考にする、そういった使い方をしているようです。まず1点目の条件である出来高の増加を伴った価格の大きな上昇を確認します。1番と番号が振ってあるところ、連続して上昇していますが、その時出来高も増加していることがわかると思います。またこの時移動平均線ですね、この期間9の EMA が上昇していることも必要だというふうに言っています。出来高が増加しているということは、それだけ注文が集まってきている。今の場合は上昇ですから、買い注文ということなので、それをもとに相場の勢いを判断しているということですね。次に価格が押し目を形成し、移動平均線に近づくのを待ちます。この2番と振ってあるところですが、この時3番と印をつけたところで出来高が減少していることもポイントです。そして移動平均線でサポートされるのを確認します。このように価格が上昇してから一度下がる動きのことをプルバックと言います。そしてプルバックの後に今度4番と番号を振ってあるところですが、価格が移動平均線から反発するのを確認します。その後もう一度移動平均線に押す動きが発生し、そこから大きな上昇につながっています。エントリーはプルバックが発生した時に形成した高値がありますね。ちょうどここの高値ですけれども、この高値を超えたらエントリーというブレイクアウトで行うというのがこの手法の特徴です。損切りはエントリーしたこの長いバーの一つ前のバーの安値の下。利益確定は値動きを見ながら裁量で判断していくようですので、実際にガバダン氏が行ったトレードの中で見ていきたいと思います。ではここからはガバダン氏が実際に行ったトレードを見ていきたいと思います。今回は3つ例を紹介して、その後に僕の見解と留意点を述べていきたいと思いますので、両者合わせて確認していただければと思います。
ガバダン氏は株のトレード部門で世界王者になっていますので、この例も米国株のトレードになっています。銘柄名がここに出ていますが、5分足のチャートです。このチャートの背景の色が変わっているところ、ここがマーケットオープンの時間です。ニューヨークマーケットのオープンとなります。まずはここの部分に注目してください。出来高が増加しつつ価格が上昇していることがわかります。次はこの部分ですね。移動平均線に下から支えられるような形で横ばいの動きが続いていることがわかります。プルバックが発生して移動平均線にタッチして反発してという動きが継続しています。そして出来高の方を見ると出来高が徐々に減少していることがわかります。このプルバックで形成された高値、この高値やこの高値、この高値がありますけれども、このトレードに関しては、この長いバーでエントリーしていますので、一番高いここの高値をブレイクしたところでエントリーとなっているようです。このようにプルバックで形成された隣接する高値がいくつか存在する場合ですね。少し慎重になって高い方の高値を超えたところでエントリーするということもあるようです。このあたりは状況に応じて裁量で判断しているというところもあるそうです。損切りは先ほどの手法解説のところの考え方でいくと、このブレイクしたバーの一つ前のバーの安値、このバーの下ですね。続いて利益確定なんですけれども、この赤の印がついているところが決済ポイントなんですが、ガバダン氏は大きく上昇する動きが発生したところで、細かく部分利確を入れていくスタイルのようです。この赤の印のところを見てみると、ちょうど大きなバーが発生して、価格が移動平均線から離れたところで利確しているということがわかります。価格と移動平均線というのは、価格が移動平均線からある程度乖離すると、再び移動平均線付近まで戻ってくるという性質がありますので、その動きを利用して、このように伸びきったところで決済していくスタイルみたいです。こちらのチャートを使って価格が移動平均線から離れてまた戻ってくるという様子を確認していきたいと思います。こちらはゴールドの1時間足チャートですが、今移動平均線は期間20の SMA 単純移動平均線を表示しています。チャートの下側に表示しているのが価格が移動平均線からどれぐらい乖離しているのかを示す移動平均線乖離率です。20SMA との乖離率を表示しています。この乖離率のチャートのところに黒の点線でラインを2本引いています。上側が 2% の乖離率、下側がマイナス 2% の乖離率なのですが、この期間の動きを見てみると、乖離率が 2% 近くまで到達すると価格が再び移動平均線の近くまで戻るという動きが確認できると思います。例えばこのポイント、緑の三角が表示されているところですが、ここは乖離率が 2% を少し超えて、その後ですね、価格が移動平均線近くまで戻っています。次、ここのポイントも 2% まで乖離して、そこから価格が移動平均線に向けて戻す動きが出ています。最後はここのポイントですね。ここに関しても 2% 近くまで乖離して、その後価格が移動平均線まで戻しています。このように見ていくと、価格が移動平均線から一定率乖離すると、上昇の勢いが衰えて価格が移動平均線に近づく。そうすると乖離率も減少し、そこから再び上昇すると乖離率も増加して、またある程度の乖離が発生すると、上昇の勢いが衰えて価格が移動平均線に近づく。そういったサイクルを繰り返しているということがわかります。先ほどのガバダン氏の一つ目のトレード例を移動平均線乖離率とともに見てみるとこうなります。今チャートには期間9の EMA との移動平均線乖離率を表示してるんですが、決済したポイントというのがここのバーとここのバーに該当するんですけども、その位置を移動平均線乖離率の方で見ると、ここで大きく乖離率が上昇した後に決済しているということがわかります。ガバダン氏が移動平均線乖離率を見ているかどうかはわかりませんけども、当然この性質のことは知っていて、この特徴を利用して価格が大きく伸びたところで決済しているんだと思います。このインジケーターは僕が開発したものですので、概要欄にリンクを貼っておきます。参考にしてみてください。続いて2つ目の例を見ていきましょう。まずはここの部分で出来高の増加を伴う上昇が発生していることが確認できます。そしてそこからプルバックの動きが発生し、ここでも横ばいの動きが発生して出来高は減少。そして移動平均線近くから反発が発生しています。エントリーはこの左側の緑の印のバーなので、ここの高値かここの高値のどちらかを超えたところでしょう。このトレードに関してはそこは明確に言及がされていませんでした。損切りはエントリーしたバーの一つ前のバーの安値の下、そして狙い通り上昇したということで、次のバーですね、このバーのところでも追加でエントリーをしています。そして決済の位置なんですけれども、一つ目の例と同様にバーが大きく伸びた後に決済していることがわかります。はい、続いて3つ目です。この3つ目は一番わかりやすい例だと思います。まずチャートの背景が変わったここの部分ですね、マーケットのオープンのところで、
出来高増加を伴う上昇が発生して、そこから横ばいに転じて出来高は減少しています。そして再び出来高増加を伴う上昇が発生し、また横ばいになって出来高は減少。その後また少し出来高が増加する上昇が発生して、プルバックで移動平均線にタッチ。この間出来高は再び減少しています。そして移動平均線にタッチしてから反発が発生。プルバックで形成したここの高値をブレイクしたところでエントリーとなっています。決済はやはり価格が大きく上昇して移動平均線から乖離したところで決済しています。では最後に期間21の EMA の使い方、こちらの水色の移動平均線についても触れたいと思いますが、チャート設定のところでもお伝えした通り、部分利確をした後の残りのポジションをホールドするかどうかの判断に用いているようです。例えばこちらは2つ目のトレード例。3箇所で部分利確をしているようですけれども、仮に3回利確してまだポジションが残っている場合ですね、ここの部分でこの 21EMA でサポートされてまた反発していますよね。このように期間21の EMA でサポートされている限りは残りのポジションもホールドする。そのように使うようです。はい、ということでここまで3つのトレード例を見てきたわけなんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか？移動平均線実質1本しか使っていませんし、非常にシンプルですよね。ここまでご覧いただいた方の中には実際に試してみたいというふうに感じた方もいらっしゃるかもしれません。ところで皆さんはこんな経験をしたことはないでしょうか？動画や本やインターネットの記事などで良さそうな手法を見つけて試したのに思ったよりうまくいかない。なんでと思ったまま時間が経って気づくとまた別の手法を探している。ここには実は多くの人が見落としている落とし穴があるんです。今お伝えしたような経験があるという方、同じようなことを繰り返していて成長している実感がない、うまくなっている実感がないという方は、ここからのお話をぜひ聞いていただきたいんですけれども、ここからはこの手法を使いこなすための実践的な内容として、ガバダン氏のメッセージも交えながら3つのポイントを解説していきます。まず1点目が移動平均線ガードレール相場というものです。今回期間9という短期の移動平均線を使った方法を見てきたわけですけれども、移動平均線に沿った動きが継続する相場というのが特徴です。上昇相場の動きというのは大きく分けると2つあって、1つがこの図の左側にあるように深いジグザグを形成して上昇する動きです。実際の相場で見るとこのような形です。このように深いジグザグを刻みながら上昇していく動きです。そしてもう一つが今回紹介したトレード例にあるような浅い押し目、浅いジグザグで上昇していく相場です。こちらも実際のチャートで見るとこのような感じです。目立った押し目のないままどんどん上昇していく相場と言ってもいいと思います。押し目が形成されるのを待っていたらそのまま上がっていってしまって乗れなかったっていう経験ですね。されたことがある方結構多いと思うんですけれども、こういう相場の時というのは短期の移動平均線に沿って上昇していくことが多いです。今回紹介したガバダン氏のトレード例はこちらの浅い押し目の相場ですね。このように移動平均線がガードレールのように働いて移動平均線に沿って上昇が続いていくのは、相場にかなり強いトレンドが発生した時に出やすい動きです。例えばこちらのチャートはゴールドの例ですけども、これは期間20の移動平均線、単純移動平均線を表示しているんですが、これも移動平均線がガードレールのように抑えながら上昇しているということがわかると思います。で、このような強い上昇トレンドっていうのはそれほど頻繁に出るものではないですので、そういった相場が来るまで待つことが肝要ということになります。つまり忍耐が大切ということです。この点に関してはガバダン氏自身が自らの教訓としてこう語っています。The biggest lesson in my career is that I should take only A plus perfect setups. Patience is key. 決して焦って毎回移動平均線からの反発を狙うようなことがないように注意しないといけません。このガバダン氏の動画では彼がトレードを始めた初心者の頃からどういった挫折を経験し、それを乗り越えてきたのか、その取り組みと合わせて紹介していますので、今回の動画で初めてガバダン氏のことを知ったという方はぜひこちらの動画も視聴してみてください。それから2つ目なんですけれども、背景が重要という点です。今回5分足のチャートを使ってセットアップとエントリーを見てきましたけれども、この手法はどういう相場状況で使うのかに関しては特に言及がされていませんでした。ですので、このセットアップも他の時間軸のチャートを見て総合的に判断した上でのものなのか、それとも本当に5分足チャートだけで取引を完結するスタイルなのか、そこは疑問が残る点でした。例えばこちらは先ほどのトレード紹介のところで扱った一つ目の例ですけれども、5分足で見れば確かにこのようなセットアップが出る場面であっても、そこにですね、上から上位足の移動平均線、例えば4時間足の同じ期間9の移動平均線がですね、このように下に下がってきている場面ではどうするのか、気にせずにエントリーのトリガーを待つのか、それともこういう場面では取引を控えるのか、
これはこの後お話しする3つ目に関連するところなんですけれども、その点はやはりしっかり検証する必要はあるかと思います。で、ここは重要なポイントなんですけれども、取引手法っていうのはこの図にある通り、相場状況とセットアップ、それからエントリーのトリガー、本来この3つが揃って成り立つものです。相場状況と一言で言っても、その範囲は広くて、例えば強気相場と弱気相場、トレンド相場とレンジ相場のようにテクニカル的に判断する部分もありますし、これに加えて相場サイクルや周期といった時間に関係することだったりとか、その他ですね、投機筋のポジション動向だったりとか、恐怖と強欲指数、フィアグリードインデックスなんて呼ばれたりもしますが、相場を支配する二大感情と呼ばれる恐怖と強欲をもとに市場参加者のセンチメント、心理面を判断基準にするものだったりとか、その他ファンダメンタルズの状況を見て判断するなど、その範囲は広いです。でもちろんこれらを全部使う必要はなくて、テクニカル分析だけを重要視して取引するという人であれば、この上の2つ3つくらいを重視して、あとは考慮しないとか、相場参加者の心理とか感情面を重要視するという人であれば、このあたりのポジション動向や恐怖強欲指数のあたりを条件に取り入れるとか、ファンダメンタルズを重要視する人であれば、ファンダメンタルズの状況を見て、最後ポジション取るときだけチャートから判断するといった具合に取捨選択する必要っていうのがあるんですけれども、取引手法を構築する上で大事なのはこの3つの要素なんです。どういう相場状況の時にこういうセットアップが出て、こうなったらエントリーをする。そこが定まって一人一人の優位性のある取引手法になったり、その人なりの強みになるわけです。例えばこういうトレンドラインというのが走っていて、このトレンドラインをブレイクして再びライン近くまで戻ってきたらエントリーという形があったとします。で、これっていうのはここの図で言うとセットアップとトリガーでしかないわけです。この形が力を持つ場面とそうでない場面っていうのがあるはずで、それがここの相場状況なわけです。ちなみに先ほど一つ目のポイントでお話しした移動平均線ガードレール相場はこのトレンド相場の一つです。ただしこのチャートでもお話ししたように他にも相場状況に影響する要素ってあると思います。ガバダン氏は純粋なテクニカルトレーダーとのことですから、この図で言えば上の2つ3つくらいが関連します。もちろんセットアップとエントリーのトリガーの情報だけでも本来自分で一から見つけなければいけませんので、それだけでも十分貴重なんですが、これらは手法の一部でしかないかもしれない。全部であるかどうかはわからない。だから相場状況やテクニカル分析でいうところの環境認識と合わせて判断していくことが重要です。じゃあどういう相場状況でのセットアップがいいもので、どういうものは良くないのか、それどうやって見分けていけばいいんですかっていうと、これが3つ目になるんですが、過去検証が必要になるわけです。本来はこの3つのエリアについてトレードを行うためのアイデアや条件っていうのを自分で見つけていく必要があるんですが、今回はセットアップとエントリーに関しては貴重なことにガバダン氏が公開しているわけですので、あとはこれがどういう場面で機能しやすいのかっていうのを相場状況と合わせて見極めていく必要があるわけです。ただリアルタイムの相場は1時間でローソク足1本しか動きませんし、1日1本のローソクしかできません。ですのでリアルタイムの相場だけだと時間もかかってしまいますので、より早く効率的にやっていくには過去チャートを使って検証作業をする必要があるんです。過去検証を行うメリットはもう一つあって、それはトレードを実行していく練習になるということです。ガバダンさんがですね、トレードを始めた頃の自分に向けたメッセージ動画っていうのを作ってるんですが、その中でこういうことを言っています。ちょっと一緒に見ていきましょう。Invest more time towards the trading method that makes you comfortable and do deliberate practice to get better every day. はい。この中で練習っていうキーワードが出てきてるんですけども、これどういうことなのか、補足をしていきたいと思います。皆さんこういう経験はないでしょうか？動画を見たとき、本で読んだとき、インターネット上の記事を読んだときは分かったと思ったんだけれども、実際にチャートに向かったら何をどうやったらいいのか迷ってしまった。一つ例を紹介したいと思うんですが、テクニカル分析のツールの一つにフィボナッチリトレースメントっていうのがありますよね。トレンドの押し目や戻り目の水準の目安を測るためのツールですが、このような下降トレンドの場面では、フィボナッチを引くときに、ここの高値を起点に引けばいいのか、それともここの高値を起点にするのか、それともここの高値を起点に引くのか、どこを支点に引けばいいのか、フィボナッチではなくても、例えば水平線をヒゲと実体のどちらに引いたらいいのかとか、押し安値ってどこの安値だっけのように、実際のチャートを前にして迷ってしまったという経験があるという方、そうなったことがありますという方は、その時の様子を思い浮かべていただきたいんですけども、なぜそうなってしまうのかというと、これはできるという状態になっていないからなんです。
こちらの図はスキル習得に至る4段階のレベルを示したものなんですけども、一般的にスキル獲得はこの4つの段階を経る必要があるというふうに言われています。レベル1が知らないしできないという段階。レベル2は知っているんだけれども自分ではできないというレベル。レベル3は考えながらであればできるという段階。レベル4が考えなくてもできるという段階です。レベル4が一番高度な段階なんですが、下の2つのレベルがわかるという状態。上の2つができるという状態です。レベル2とレベル3の間には分かるとできるの壁があります。自分でできるようになるためには最低でもこのレベル3の段階にある必要があります。そして見てわかる、聞いてわかる状態からこのレベル3の自分でできるという段階に移行するには練習をするっていうステップが必要です。この練習をすることで知っている知識が使えるものになります。このあたりもう少しイメージがつきやすいように一つ例を挙げたいと思います。皆さん、英語は話せますでしょうか？例えば日本の学校では英語を勉強しますよね。最近だと小学校からスタートするのが当たり前みたいですが、中学校、高校、大学と多い人だと10年から15年近く英語を勉強するわけです。でも一般的に日本人って英語を話すことを苦手とする人って多いですよね。ただ例えば街中などで目にする看板とかに英語の表記があって読めばわかるってことはありませんか？でも口に出そうとすると一向に出てこない。あれっていうのは英語を口から出して話すっていう練習が圧倒的に足りてないからなんです。だから英語の文章を読めばわかるんだけど、話そうとすると言葉が出てこない。僕ら英語の文章って散々教科書とかで読まされるじゃないですか。でも学校で散々英語を話させられた経験ってないと思うんです。なので話すっていう練習をしてないから喋れないんです。この使えるのレベルになっていないということです。いずれにしてもトレードに限らずどんな分野領域のスキルでも習得にこの4段階っていうのはあって、このできる状態に持っていく必要があるということですね。では練習の方法は過去検証しかないのかというとそうではありません。僕は過去検証はほとんどやったことがないけれども利益を出せるようになったトレーダーの方何人か知っていますが、じゃあその人たちはこの練習っていうのをどうやってやっていたかというとリアルタイムの相場なんですね。リアルタイムの相場でひたすらチャートを見続ける。取引回数をこなしながら試行錯誤して徐々に習熟していくというやり方です。ただスタイル的には短期の取引なのでスキャルピングとか短期のデイトレです。なので1分足とか5分足を使って取引を繰り返して転びながら学んだっていう感じです。ただ時間軸が短いですのでその分リアルタイムの相場でもそれなりに試行錯誤のサイクルを早く回せるっていう利点がありますが、一方でそれなりの時間保有するスタイルだとリアルタイム相場で取引に慣れていく。練習するっていうのは時間がかかりますので、やはり過去チャートを使ってその分を補うとかは必要だと思います。ですので、このできるっていうレベルに持っていくための練習っていう観点で言うと、トレードにおける練習はもうこの2つしかないです。過去検証を頑張ってやるか、時間がかかることを覚悟でリアルタイムの相場でひたすら慣れていくか。ただここでお伝えしたかったのは、どの分野領域でもスキル習得っていうのはこの4段階があるので、この階段を駆け上がっていくために何をやるかという点ですので、そこだけしっかりとですね、押さえていただければなというふうに思います。過去検証の詳しいやり方については、こちらの動画で実演付きで解説していますので、しっかり練習をして、このレベル3より上の段階に到達したいという方は、ぜひ合わせて視聴してみてください。リアルタイムの相場で行うフォワードテストについても解説しています。はい。では最後になりますが、もうおなじみですね。ガバダンさんのメッセージをお伝えして、この動画を終わりたいと思います。Target small accounts. Try different trading methods. Risk small. Make mistakes and learn from them. Invest more time towards the trading method that makes you comfortable and do deliberate practice to get better every day.